です。岐阜県多治見市にやってきました。多治見といえば陶器の町ですね。美濃焼。今日はですね、私の大好きな素敵な陶芸家さんをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。多治見の町を歩いております。あ、早速発見。陶器。200円だって。280円。安っ。やっぱ美濃焼は大量生産、そして安いっていうので有名ですもんね。ここにも美濃焼。街の至るところにありますね。結構おしゃれな器がすごく安く売ってる。歩いてるとやっぱりところどころに器のお店がたくさんありますね。もうすぐその素敵な陶芸家さんの工房なんですけども、もうね、そこだけね、一角だけイタリアなんですよ。一角だけイタリアじゃないですか、この工房。すっごく素敵なんですよ。器もかわいい。本当にまさにイギリスとかフランスとかね、イタリアとかにいるような、そんな感じ。めちゃくちゃかわいい。この器でアフタヌーンティーしたい。すごい水槽がある。中で作ってますよ。いつもは人をなかなか入れないそうなんですけれども、今日は特別に入れていただけるということで、早速中にお邪魔したいと思います。こんにちは、ひじりさん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あら、今日は見せていただけるということでありがとうございます。そうですね、どうぞ。はい、お邪魔します。今絶賛やってるんですけど。もう外から見てました今。お邪魔します。寒いんで。いやー、おしゃれ。では今日ご紹介したいのは美術家陶芸家の東金ひじりさんです。よろしくお願いします。ユニークでとってもおしゃれなこちらの工房。少しでも多くの人に器に興味を持ってもらいたいと、芸術家でもあるひじりさん自身が工房のデザインをしています。中の壁には器のデッサンがずらり。そのアイディアを形にしたのがこちらの器たちです。なんと細かいパーツや模様も一つ一つ手作りで作っています。すごいですよね。それではこの華やかな器が作られていく様子を今日は見ていきます。見てこれ。見せたっけ？これやばくない？かわいい。めっちゃ可愛いよ。それ何がモチーフなんですかそれ？魚。へえ。鱗っぽい。そう、鱗です。こう外してこうやって。外せるんだ。こうやって飾ってもいいし。かわいい。これやばいよね。それ何、磁石ってこと？そう、これ私の特許だからね。特許取ったんですか？取りましたよ。60万くらいかかりました。素敵でしょ？素敵。ものすごくね、おしゃれな器が並んでますけれども、ちょっと改めてなんかどういうものをイメージしてるとかなんかあるんですか、この器たち？あるね。もともとそのアメリカで作ってた彫刻が、女性の彫刻だったんだけど、ほら彫刻って言ったら男性の彫刻が多いじゃない？はい。偉人の女性の彫刻ってほとんどない。言われてみると。そう、偉人は男性だったから、軍人とか
建国した人とか大学作った人とか、うん男性ばっかの彫刻がめちゃめちゃあるのね。女性はないから、私は女性の彫刻作ろうと思って、次の世代にまで残せる素材で作るってなった時に、ブロンズじゃ硬すぎるし、ガラスじゃ脆すぎるし、まあどっちも残る素材なんだけど、陶磁器がちょうど人間らしかったんだよね。その土に宿るバクテリア、生きてる素材、例えば焼いた時にその火を通すことによって美しくなる、まるでこの人のこの黒をかけることによってその人が磨かれて美しく、経年とともに美しくなるっていうのは陶器の特徴なのね。だからもう抜擢じゃんと思って、次の世代に残していけるような彫刻を作ろうと思って。日本人の女性を主に残すっていう活動をしてるから、これに関してはじゃあそれの真逆の西洋の文化の器にしようと思って、なんかこうコントラストが効いている方が、対極ってやつねがあった方がすごくこうビビッドになる、ファッションみたいな感覚でね、白に対して黒がすっごい映えるとかね。対極っていうのはすごくね、パワーがあると思う。人の目を引くパワーがあって、それを取り入れるのに対して色とか形以外にもそのテーマを対極化するっていうのもすごく目が引くと思ったから、この手のひらに収まるちっちゃいもので西洋の形っていうのを、華やかなもの、そして華やかな女性の形っていうのをトレースしたので、テーマが一緒、女性。じゃあ女性ってことですね。女性テーマにしてるここの器。こういうね、このヒップの部分とこうくびれた足の部分だったりとか、ここはヒップの部分だったりするけど、ここはウエストだったりとかするんだね、この器でいうと。どういうことですか？体を表現してるってことですか？器で。女性のその曲線美ってやつ、男性にはないでしょ、あんまり曲線美っていうのは。ない。女性特有のその曲線美っていう、くびれとかを取り入れた器にしたのね。なるほど、ここの部分がこうキュッとなってる部分がくびれってことですね。こことか。そう。ああ、確かにここがキュッてなってるじゃないですか。そう、これも全部統一してる。ああ、なるほど。女性らしさ。じゃあこういう華やかさとかも女性の。そう着てる洋服だったり華やかな色を取り入れて、ファッションみたいな感じでね。なるほど。もうそもそもね、こんなたくさんパーツがついてるね器見たことないですよね。なんかね、繊細なものって大事にしたくなるでしょ、取り扱い注意したくなるじゃん。その繊細さっていうのをやりたかったのね。私の彫刻とは真逆なところを目指したくって。ちなみにこの器一つおいくらぐらいなんですか？ものによって全然違うんだけど、この類のものとかは、30万よりもう少しいったかなって感じだったかな。私ほら自分で売ってなくて、ギャラリストが売ってるからさ、あんま覚えてない。いやでもお高いですけど、もっと高そうに見えます。本当に、ありがとう。この辺もすごく可愛い。ね、ひじりさん、このなんかクッション感あるんじゃないですか？これどうやって作ってるんですか？それはそう型に流して、こういうどういうのですか？これちょっと見せてもらっていいですか？めっちゃゴミ入ってるけど。そう。この細い柱は？柱も柱で、型があって、ここに流し込んでいく。これに泥を流し込んで取っていって、そのパーツを組み立てていく。で一本一本そう一本一本組み立ててるんですね。そうこれはこのカッターで削って作った。カッターで全部一つ一つ切ってるんですか？切って。すっごく手間かかってますね。こういう格子は型使えないから、型ではできない。おしゃれなものの裏にはたくさんの情熱と苦労が、あるんですね。今は何をしてるんですか？鋳込みをしようと思っています。鋳込み。
れだね、作品の形を作るベースってなってる土を作ってます。土を作ってるんですね。土は泥状なんだけど、その泥の状態を煮込める状態に持ってってこれから煮込むって感じかな。へえ。この土からこの器たちが生まれてるんですね。それを型に流し込んで。おお。あ、そうだ。白黒か。よし、やるかな。やるかな。すごい、今日全部見られて嬉しい。あー、こんな小さい型にまで。これ今から何するんですか？つけます。くっつける。はい、カップにしていきます。これを。お、切ってこれを。このまま直接。このまま？そのためのカップなのこれ。そうなんですか？そう。どうやってくっつけるんですか？まあまあ見ててください。接紙面をね、きれいにしてます。あ、そうやってくっつけるんですね。よいしょ。おお。すごい。これが器になるんですか？そう。ここからこういう細かい割れ線のところの修正とかをしていきます。埋めたりとか。微調整を。今割れちゃってるから。つなぎ目を埋めて。そういうこともするんですね。いや、こんなことやる人誰もいないと思うんだ。いや、いないですよね。こんな作業初めて見ました。そうだからニッパーがあったらね、めちゃめちゃいいんだけど、なくなって家に置いてきちゃった。じゃあ今日は手で。そうそうそう。機械じゃだって作れないですもんね。不可能です。今私がやってる作業を機械ができるかって言ったらできないよね。ちなみにこれって何をモチーフにして？美術館の壁だから額縁がめちゃくちゃたくさんあるんですね。美術館ってね、宝石もいっぱい持ってんだわ。そうなんですか？そうだよ。でもそうか。ルーブル美術館とか行ったことあるんですけど、そこもいろんなものがいろんなものが雑多にあるのをギュッとこうイメージして作ってる。そういうことなんですね。もうこんな時間かかっちゃったもんね。本当だ、もそうだ、始めたの1時くらいじゃんね。もうだって5時間ぐらい経ってますもんね。だからもう全然作れないんですよ。こっから色付けと夕がけと金絵付けとかでマジで月に1個しかできない。
それだけ手間がかかってるんですね。そうなんですよ。これバキっていっちゃったらどうなるんですか？おしまいです。もう作り直し？そうです。失敗？はい、そんな。これ壁を落としていけば落としていくほど弱くなるからさ、そっ構造的に。どんどん薄くなってますもんね。そう。こんな感じかな。できました？うん。お、次にここにカツラをかぶせると。これこれ？かぶせます。これをね、回転台に乗っけて手をくり抜いて。それは何の部分？下筒じゃん今。カップの底の部分。底の部分。うん。その切り込みを入れるのは？食いつきがよくなるように。その泥と泥でくっつけられるようになるってこと？うん、そうそうそう。よし、これでようやくなんとか器っぽいです。おお、本当だ。器に見える。おお、あ、なるほど、そういうことですね。で、ここに足がつくってことですね。へえ。やっそうと。なるんだ。そう。今日煮込んだ大半、はい。この子もその子も今日作れないの。そっか、もう一つにこんだけだって5時間かかってますもんね。うん。でまだできてないですもんね。下とこの取っ手の部分ねついてないから。そうなんですよ。まだできてないんですこりゃ大変だ。あと1日くらい置かないと安定しないかも。こっから乾かして乾かさない。乾かさない。ここの今つけたこのクラウンっていうところ、はい、とこれの水分量が違うわけ。こいつもこいつもこいつも水分量違うのね。だから一回水分量を一緒にするため容器に入れて一晩寝かすの。乾かないように湯拭きしてこの中入れて1日寝かす。いやー、すごい工程の数だ。これ忘れて、これで忘れるとほらこうやって割れちゃう。どこ？ここ。これもう日々これもまた修正するんですか？今から。もう終わり？それ。終わりです。捨てちゃった。捨てちゃった。作業1個に時間かけると他が。もう一人いればこういうのないんだよね。ダメだ。だから本当1日1個とかこういう創作系はできたらいいかなって感じ。そう思うとここにこれだけのね器の数があるっていうのを見ると感動ですよね。すごいよ。ひねさん、今日は本当に一日ありがとうございました。ね、いろいろ見せていただいて、もうすごく勉強になりましたし、こんな手間がかかってるんだなっていうことを、ね、知りました。はい、ありがとうございます。でも実際ね、ひじさん東京出身ですよね。なんでこの岐阜に来たのかなってすごく疑問に思って。19歳になって、人生のテーマみたいな作家としてのテーマの作品を作るときに、人っていうのにフォーカスして、自分は女性だから男性のことは分かりにくいかもしれないけど女性のことなら分かるかもということで女性の彫刻にフォーカスした。結構軌道に乗ってというか、グループ展でも最年少で先に完売したりとか。アメリカで。そう大きいギャラリーの契約とかも決まって、だからもうお先はもう最高だってアメリカンドリームみたいな感じだったんだけどリーマンショックの、壁が厚く日本に帰ってこなきゃいけなくて泣く泣くね、22だったかな。それでとりあえずバイトしなきゃってでバイトするんだけれども、そうやって時間を過ごしていくうちに何のために生きてたんだっけとか何のために留学したんだっけとか、その時に
たまたまねその買い物して帰りかなんかだったかな、人が死んだ事故現場に遭遇するのね。そう亡くなられてすぐの事故現場で、もう大破したバイクと上半身潰れちゃってもう血の海みたいな、もう全くそのキモじゃないの、他人事ではなくもっと生きたい、っていうのが伝わってきた。こう乗っかってきたのね。何の感情かよくわかんないけど泣いちゃって、でその次の日に花束を添いに行ったの。はい。なんかこうわってきたのね。でも生きなきゃいけないみたいな。それで陶芸どこみたいなで調べたら美濃焼の産地が出てきて、へえ。それで10日以内に引っ越したの。なるほど。じゃあその事故現場がすごいきっかけになって転機になって、もう一回やろうって生きてる、この人は死んでるからやり直せないけどこの次元ではね私はやり直せるからやらなきゃ頑張ろうっていうきっかけになって、それ何かにねそう動かされたんですね。それがここに来た経緯。日本が陶芸大国だっていうのはアメリカで知ってたの。ああ、それは授業かなんかで聞いたってことですか。だからアメリカでは陶芸のビデオを日本の陶芸のビデオ見させられたりとかしたのね。へえ、面白いよねそうなんですね。それくらい世界では陶芸日本っていうのはもう本当にリンクしていて、だから私も、まあ、器っていうか日用品を作るつもりはなかった、なんか芸術やっぱりその純粋なアートっていうのを作りたかったんだよね。だけどもうとにかくその資金がなかったからその当時は。そうあ釜もないし、一番最初に買ったのはこれくらいのね25万の釜だったの。そうなんです。でも25万だからね。高いですね。で家庭の電気でもできるっていう家庭用の釜でできる彫刻って言ったらやっぱり器しかないんだよね。で器を作り始めたっていうのが。へえ、そうなんですね。でそこから10年そうねえ、どうでしたその期間。長い道のりだった大変なことももちろんありましたよね。あったよ。だって本当は正直言ってすぐにヒットすると思ってたもん。だってね、こんなね素晴らしい器を見てたら、そんな気しますけどそうじゃなかったんですか。神は試練を与えてると思ってどういうこと断ですかるごとに障壁が生じる。例えばパクられたりとかその自分のデザインをデザインをそのまんままたパクられたりとかして、そのもう絞りね、こう頑張って自分の今までにないものをやれば注目されるだろうと。だから絶対に被らないものじゃないと注目されないっていうのはもう戦略というか、もうそれが絶対条件だったのにそれをパクられたっていう。私のものって何が斬新かっていうと金縁なの。金縁にマットのカラーにまた金で締めるっていうこの組み合わせで非回転体っていうところなのね。そのまま持ってかれちゃったわけ。もうあの時にはもうボロボロだったけど、でもそれによって続ければ自分のものって分かってくれるって思った周りがね。今の場合はそれがあるから続けられたこの作風を。やめなかったよ。やめたらあの時負けたから勝負。そうですよね。試練って乗り越えるものなんだよ。乗り越えれば必ずものになると思ってて、そのもし私があそこで諦めて別の作風やってたら今はないんだよ。この展開はなかった。でもそんだけそのねいろんなことあったと思うんですけど、諦めなかったそのなんか気持ちってどこからというか、そのモチベーション。もうこれはね、これしかないから。これしかないこから。れがなかったら死ぬしかないんですよ。だからみんな多分もしかしたらおろそかになったり中途半端になっちゃう人たちって器用なんだよ。何でもできるんだと思う。だから選択肢があるから、これもやったりあれもやったりしてみようから、これがダメでも次あるからって。私は不器用だからこれしかない。だからこれ諦めるわけにはいかないの。そういう気持ちで今までここまで、いろいろあったけど今思えば、今思い出しても笑えるというか、こうやって喋れる。だからピンチはチャンスだったっていうことですね。その当初の自分はもうとてもじゃないけどそういうふうには思えないけど、死に物狂いだし、いやそうですよね。泣いてたよ常に。常に泣いてました。弱音吐いてた。でもね、ようやくそれがこう身になったというか、個展ができてね、有名雑誌「防具」にも取り上げられ、各社ねいろんなメディアに取り上げられて、まあでも本当に努力がねようやくこう花開いてきたっていう感覚ですかね。これからですね。なんか今後の夢とか目指す先みたいなのってどういうところなんですか？
まずこの技術ガバイ込みっていうのに私助けられてる。このひじりさんが使ってる技術作ってる技ですよね。術ね。これ現状今なくなってってる。でこれをもう一回産業に呼び起こすっていうのはすごく私がこれに手を出したことの何かこう意味になるというか。何か、変える、はい、きっかけになるのであればこの作品たちは本当に生まれてよかったものだし、私の今までの人生ここまでの人生があってよかったものになると思ってるから、今まさにこの手作りの高いものっていうのが売れ始めてる時期に差し掛かったのに産業はそれはできなくなっちゃう、失われた技術になっちゃったから活かせなくて。そうか、需要はあるのに作れないっていうのはもったいないんですよね。だからそれを私がそのなんていうのかな、この作品たちが売れるようになればこれに似たものを産業が作って売れるようになっていけば、この技術をもう一回取り入れる、正式に取り入れて後継者が生まれるじゃない、今小学生の人たちが大人になった時にガバイコミやってみたいとか、かっこいい商品生み出すやつだよねとか、作品生み出すやつだよねってなったらやってみたいにつながるじゃん。だからいかに私の使命は超かっこいいを作れるかなっていう。かっこいい器を作ることを通して技術を伝えていくことをしたいっていう、今のところの目標、一等地の路面店にだからハイブランドが並ぶような場所に私もお店を作る。そう見たい。器の店なんてそんなこと並ぶはずがなかったけど並ばせる、そんなことやる作家いないし、器をやってる人でそんなことならない。ないですよね。だからこそやってその夢みたいなものを見せられたら、この器でどこまでできるか楽しみですね、それは。全然無理でやったら六本木ヒルズですよね。いや、見たい。ひじり東金のブランドを見たい、東京で。頑張ります。なんか革命を起こせたらと思ってます。今日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。ね、また今後も追加でいろいろね、取材していきたいなと思ってるのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ではひじりさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。はい、ということで今日は、岐阜県多治見市にある陶芸家のひじりさんの工房にお邪魔しました。すごく素敵な、工房、そして素敵な器、素敵な人ということが、伝わったかと思います。今後もいろんな素敵な方を紹介していけたらなと思っています。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。では。緊張の瞬間だよね。これ張り付いてることもあるから、こうやって取れることが感動する。これくっついちゃって捨てることもあるから。これくっついてないでしょ、くっついても捨てるしかないとか、これとかちょっとくっついちゃう。これがさ、何十時間かけて作ってさ、張り付いてたら最悪だよ。それ悩ますね。ないよ。いくら気をつけててもさ、なるときはなるから。ほら、これもちょっとくっついてるんだけど、こうやって。本当だ。ここがくっついてこれ割れたでしょ。これをダイヤモンドヤスで削り落とすんだけど、めちゃめちゃ近くからね、その作業。ここの白いの触って。ザラザラ。これを削り落とすのこうやって。ある程度これで削ったら、それ何個もやるんですか？全部やるんですか？全部だよ。全部。今200番でしょ。で500番でもう一回。粗さが違うんですか？全然違う。500と200では倍違う。粒子の大きさで。2種類でやらないといけないんですか？
3種類だね。だから3種類。これが80で、これは200何ぼで、こっちが500で。でようやくそのザラザラがなくなる。うん。なんて。あ、ツルツル。そう。ここ境目がないでしょ。本当だ。触ってて全然違うさっきのと。そう。はあ。これとかほら切れちゃってるでしょ。切れてる。あ、本当だ。でも1個スペア作ってるから、まあまあ家で使うと。だから余裕持って2個か、まあ、失敗しがちなのは多めに作っとく。